俺に耳元でうわー一番怖いじゃん。寝苦しより怖い。一番怖い。やばいやばいやばい。利幅にやば短気っていうか心が狭いっていうか。この曲でいいかなとか言うとわけわかんない。うるせえ、お前マジタレコミ待っとけよ。マジでお前あるぞ。どうもチャラビッシュマンでーす。イエイ。さあということで今回YouTube 撮っていくんですけど、最近あるメンバーがモヤモヤしてるみたいで、例えばだんだんおしゃれになって困ってるっていうのをバラされたりとか。この間言ってたんだけど、だんだんおしゃれになってきちゃったんだよ。無音ダンスの攻略法を上から目線でなんか言ってるとか。やっぱ頭の中で考えるのが大事なんだよみたいな。アドバイス結構アドバイス裏でやってることを垂れ込まれてるっていう被害に遭っててちょっと困ってるそうで、あるそこで今回ですねこんな企画をやってみようと思います。俺も垂れ込みたいぶっちゃけ裏話スペシャル。まあこれはあれですよ。もうとにかくみんなでこう、もう今回はブレイクじゃないけど、みんなでもう言いたいこと言う。だからこう人のバラしてばっかのやつもいるかもしれない。わかんないよ。誰かわかんないけど。まあ確かにね。そう。だからそういうやつらの闇も暴いちゃいましょう。喧嘩腰ですね。まあじゃあその垂れ込み大会していきましょうか。はいはいした。レッツこうしようこうしよう。タレコミ。さあということで、はい垂れ込んでその話をちょっと聞いていこうかなと。早い。早いな。じゃあ静から最初にお願いします。じゃあまず締めかけさんです。まあそうでしょうね。はい。そうでしょうね。まず最初はね。寝苦し覚えてますか？はいはいはい。寝苦しお化け屋敷ですね。あの時に、結構怖がったり、僕の場合はあんま怖がんなかったり、でいろいろありましたよ。その中、シメはめちゃくちゃ叫んでました。あー怖い怖い怖いって言って、うわーってめちゃくちゃリアクションバッチリでした。ですが、その後撮影ちょっと一回止めますって言った時に、俺に耳元で「ねえ怖がり方あれでよかった」。一番怖いよ。寝苦しより怖い。一番怖いやばいやばい。作詞ってことね。作詞なんです。確かにそれを聞いたのは事実なんだけど、それに対しての理由は全然違う。おお、シズヤが思ってる理由とは違う。なるほど。俺はその時にガチで怖がりすぎて、来られてるとか思わずに普通に怖がっちゃってたから、それが大丈夫だったって聞いただけなの。だから人としてヤバくなかったっていう大丈夫だったっていうのを聞いた俺。騙されてます。シメは言葉がうまいんです。あの時の言い方は全然違う。どんな感じだった？さっきの怖がり方あれでよかった。こんな言い方しないでしょ。その言い方だったら。それ言ったら多分笑うだろうなっていう関係性があるからそう言ってるだけで。いつもこれ言うのよ。本当そうだ。正直に言っていい？隣だからあんま言いたくないけど怖くないって言ってた。一番怖い。チェックメイトじゃん。チェックメイト。待ってアウトだよ。言い訳なんかない。言い訳なんかない。どうだろう。逆にそれ絶対作り話。慌ててる。仮に本当に言ったのだとしたら多分強がって言っただけであって、あの動画自体ではマジで怖がってた。じゃあまずそこで嘘をつかなければよかったじゃんっていう。今回はそのみんなの裏表をもうなしにしようって話じゃん。シメにもっと素直に俺らに話してほしかったなっていうのを伝えたの。じゃあ強がらずに正直に言えばよかった。そうだね。今の状況使命結構詰められてるから逆に使命の垂れ込みとかで反撃してもいいよ。誰かしらなんだろう。もうこのノエルかな。俺今ノールにフォローしたのにシメめちゃくちゃノールックだった。ノールックこれ。ノエルにつってね、今テレビが2台あるんですよ。ゲームする用とテレビ見るよ。テレビ見る用。でノエルってそのトラジャーのことがもう
本当に好きだから、はいはいメンバーがテレビ出てると毎回それを写メ撮ってグループチャットにね、その写真を今見てるよって、はいはい例えばマツクがドラマ出てて、マツクが出てるシーンを送るわけよ、だけど絶対2台映るように写メ撮ってなんかいかにも自分家に2台あるよみたいな恥ずかしいからやめてくれよ。しかもちょっとあれなんだよね、ちょっとだけ2代目が見えるんだよね。そうちょっとだけいい塩梅でいい塩梅で私2台うちにありますよ。じゃああれをこれだけ大きな番組に松倉がトラビスジャパンジャニーズジュニアってクレジット載ってるっていうのを見せたくてその場で出して撮ったの。いやいや、その場でパッて出した具合にしてはカメラの写真と綺麗にもう縦が全部一致してる。マジそんなパワーもう無理なんよ。でもね、その後日玄太が言ってたんだけど、ノイルンチのテレビより俺んちの方がでっけえ陰口だよ。ただの陰口になる。大悪口だよね。いやでもなんかそんなね詰められたまあノエルでしたけど。誰かタレコミされた人いる逆に。まあまあなんか逆にここで言われないっていうのもなんか怖いしね。まあ確かにそうだね。ちょっと言ってもらおうか。でも松倉でもリハバにギター背負ってくる自分かっこいいと思ってるらしいよ。やば。ね、ギターソフトケースとかさ、本当に簡単に持てるものからね、いろいろあるじゃん。あえてハードケース買ってで、それを持ってきて悪いな言い俺、ギター持ってますよ。で、楽屋にギターを飾ってるっていう。なるほどね。しかもそのハードケースにさ入ってるじゃん。蓋だけ開けて置いてあるってことね。めっちゃわかる。小銭入れなきゃいけないのか見なきゃいけないのか。まあ確かに見られ方はいいですよね。認めた。かっこいいよね。でもいいんじゃないね。別に悪いことじゃないし、それも面白いし。迷惑かけないぞ。そうだよね。面白いですよね。じゃあちょっと僕ゲッタなんですけど。意外。まあゲッタにねいくつかあるんですよ。やばいよ。いくつかあるんだよ。気に出てくるよ。どうしよっかな。いいお値段する洋服を買う際に言うセリフなんだけど、名言なのか分かんないけど、人生一度きりだから俺買うわ。結構毎度言ってんすよ。毎回断ることに毎度言ってるからもうなんか自分への言い聞かせにしか聞こえなくていやマジで人生一度きりだからこれいや何回か聞いたことある。普通のこと言ってるだけじゃん。普通が普通にできなきゃ普通じゃないのよ。俺ら人間だから人間って人生一度きりしかないの。なんかそれ言えば何でもいいと思ってうるせえお前マジでタレコミ待っとけよマジでお前あるぞ。あとなんかさ、ソロ曲とかでさ何がいいかなとか玄太に相談する時もあったんだけど、この曲でいいかなとか言うと人生一度きりだからそれでいいよ採用しちゃってんだ。そうなの。いやもう一つあるんですよね。まだあるね。ゲンタ爪切りの面倒いらしくて足の爪めっちゃ長いの。長い。わかるわかる。足の爪長くて靴下を突っ切るくらいの爪の長さ。靴下だからよく穴開くの。爪長いからっていう話してて、でなんか証拠画像がちょっと何やめてよ。靴下がそんなんあんの？懐かしい。懐かしいね。これエンタのさ告知するでその時にこうゲンタ気づいてたのかわかんないけど開いてるわ。うわめちゃくちゃアップすんじゃん。うわ本当だ。本当だ。開いてるわ。うわめっちゃ開いてんのよ穴。コメント欄でもなんかちらほらあれゲンタの靴下穴開いてねみたいな。でこれはゲンタの生き様なのかどうなのかっていうのをちょっと知りたいなっていうのはなるほどね。何どっち？どういうこと？そんな
恥ずかしいゲンタはなんでそんなになってんのに足の爪切んなよ。そうだね。めんどくさいんだよね、もうここまでやるのが。こう伸ばしたくないんだもん。マジで頼む、誰かじゃあ切る担当作って足の爪切る担めんどくさく当。て切れないからってこと？もう静かに切ってもらえ。やれ切って臭そうじゃん。臭くないよ。切った方が体的にもね痛めたりしちゃうから。そうね巻き爪になったりいいよねするからね。切るなんでそれ？まあじゃあそんな詰められてた玄太君。はい、これ誰にしよっかな。あそんなあんのみんな。最も痛いの宮近かも。マジか。最近、宮近と始めたことなんだけど、ん一日一食っていうのをちょっとキャンペーンじゃないけど、あー体型維持としてね。でそれでよく取材現場とか行ったらさ、お弁当とかいただけたりするじゃない。しますね。一日一食だから、んそこで現場で食ったら、もう家では食えないそっか。し、でもたまに焼き鳥とかあるじゃん。あるね。軽食のね。そう、パンとかうんでお弁当一食食べた後につまもうとすると目で訴えてくるの。ほんともすごい学校だね。う短気っていうか心が狭いっていうか細かくうるさいなっていうタレコミ。細かくうるさいなって言って気持ちない。ああなるほどね。まあ俺が思ったのはなんかめっちゃ腹減ってきちゃったみたいな、お菓子めっちゃ差し入れてもらっててあって食べたいなみたいな話してたの、でもそれ食べたらもったいなくねって。ああリセットされちゃうからな。そう、その時に玄太は確かにそうだなみたいな、ちょっと我慢するわマジ辛いけどみたいな。その5分後ぐらいにみんなでねトークする座談会とかがあるね。あるね。で喋り始める時にはドーナツ食べてたのもうそうなんだ。右手にうん。なんなら松倉もなんかドーナツ食べさそうにしてて、その時食べたそうにしてたんだけど、松倉がドーナツ取ろうとしたら玄太がこう「えあれごめん」とか言ってまあなんか玄太なりに頑張ってるんだけど、なんか俺もやっちゃってるからなんかそこ共有しようと思ってなんかうるさく感じちゃうのかもしれああなない。るほどね。それで言うなタレコミではらないうんさっきもさちょっとこの YouTube と YouTube の間に取材を受けたじゃない、はいその時に取材の人がさこうやって手土産を持ってきてくれてあ俺は食べてたわけよ俺はそしたら多分ゲットもねそれを見たのか確かに食べてたよね。めちゃめちゃ美味しそうに食ってたわけよ確かにそうだ。でもあれ一食ね。であれ俺一食目いやだよこいつ今日取材現場でお弁当めちゃめちゃなんで見てんだよ。ましたはーい。こいつ。でも人生一度きり。やばいおもろいわ。おもろ。やば。まあ俺にも言ってくれたけど、なんかあんの逆に。俺かなんかタレコミというかカイトの ABC ザ応援屋っていう舞台がああってあったまあ松松まだトラビスジャパンには加入してなかったんだけど、トラビスジャパンで出させてもらったの、で今で言ったらねカイトだったりドラマ出たりとかね、まあ板についてるわけですけど、初めてなんかもうセリフをいただいたぐらいのがありまして、カイトだけ1個しかセリフがなかったの。そうだったね。でいざ初日ですよ、お披露目する時やっと念願のカイトのセリフのターンになったの、でカイトパッて見たら俺はたまたま次のセリフとかだったから、カイトのセリフを覚えてた、社会のなんとかなんですよってセリフだったからカイトに近くいたから社会のなんとかだよなって言ったらカイトがそうそうそうでそのシーンはなんとか終わったあった受けてからカイトがもうダメだったーなってて、こう頑張んなきゃって多分そこでも火ついた機会でもあった。まあそうだねすごい間だったもんね。だね。いやーあの時は多分知らない間に涙めっちゃ出てた泣いたんだよあってそういう熱い部分もあったよね。まあじゃあそんな言った回答。あそうそうまあ締めに関してははいはいはい。まあこれは改善されたっていうべきなのかもしれないけどまあ一回さ松倉健っていうかさ松倉のクイズの時あったじゃん、はいはいはいでその時にまあ締めに対してちょっともうちょっとお財布の紐を緩くしようよみたいな話があったじゃないですか、そもそもお財布を出そうよって。ああそうそうでもここ最近なんですけど今持ち合わせないから今度払うねって言ったら締めが「いいよいいよいいよ今度でいいよ」急に
太っ腹感出してるんですよそれまでお金を出してこなかったやつがでもまあそこに関しては成長といった部分ではある、確かにね。ただ俺が一回移動しないといけない時があって、でその時移動する時のカードがあるんですよ。でそれを俺がまあ家に忘れちゃったと。でその時にごめん俺それ家忘れてきちゃったんだよねって言ったらシメがめっちゃ真顔でじゃあお金ちょうだい怖いよまあとりあえずその時に2000円しか持ってなかったからじゃあこれ2000円ねって言って渡したの。次の日ぐらいにどうだったのって言ったら全然足りないからあと2000円って言われたこれはマジで理由がある。何でしょう。カイトからもらった時に、足りなかったら言ってって言われてたから、でも足りなかったんだよねって言ったの俺は、単純にね。でもそれをめっちゃ怖いように言われる。でも事実金は返してもらってないよだから。これ渡してよ私やばいよやばいよ。違うそれぐらいいいじゃんって言われたからそうだよねって俺それぐらいいいじゃんって言ってたんだ。そうこいつが渡してねえのだとしたら、今の話紙面何も悪くないね。ただ気持ちをもらってた話でもあるよね。逆に言うと俺その話で言うとカイトにも俺は言いたいことがあるんで、そのタクシーのその話の発端ってさ、そのマスクの検定のやつじゃん、財布を出さないまあこう言われた時に、本当のことであったから仕方ないよなって言われて、だけど俺と一緒で財布出さない人なんで絶対。そうかな。出すイメージを逆に先に出してくれちゃうイメージある。反撃かなわず。なんなら俺カイトに特殊代おごってもらったこともあるから。俺もある。じゃあまあ締めの代わりにカイトのだらしないエピソードを言いたいと思います。同じね高校行ってたんですけど、高校で遅刻したら遅刻カードみたいなの記入して体調悪かったとかあるじゃないですか。その理由を書くんですけど、でその遅刻カードを見たことあるんですよ。自分が遅れてしまった時にパッて開いたら書いたので埋まりかけてるんですよそれが。理由も書くんですけど、理由が全部遅延なんですよ。下手からそんな電車乗ってんのその事実は絶対ないはずなの。それはいや寝坊でしたよね。寝坊ですいやもちろん正直高校生の時は俺アラームが聞こえなかったのよ。理由下手か。本当に起きれなくて。今でこそねほとんど遅刻しないけそうだどね。ね。だからまあ無事に卒業できたからよかった。よかったマジでねちょっとまあシズ俺ラストいいですか。宮近にちょっと。まあ現状今ダメージほぼゼロだから。ほぼゼロですよね。宮近さんですね、罰ゲームとかうまく逃げるんですよ。思いませんみんな。よく考えたらこの人あんまやってないですよね。でもそれって優秀だからじゃん。違うんです。ビリビリのやつとかもやってみてみたいな感じでやんないの。自分がターゲットにならないのにそういう時に回すの。そういう風にするのが超うまい。高いのとか裏表なしだもんね。じゃあ言うとすると、ビリビリちょっと一時期流行ったじゃん。一回も押してない。ほら俺の目は正しかった。待ってでも俺 YouTube でチョクがうわーってやってるの見たことあるよ。うわ押してませんよ。せーの。せーの。せーの。まあいろいろ言い合いましたけど、やっぱこう言いたいこともあるじゃないですか。まあね、だから今日はめちゃくちゃいい機会になったと思うし。じゃあとりあえず静谷は満足したと今日。はい、ありがとうございます。最高楽しかったね。それではすっきりした静谷くん、今日の総評をお願いします。すっきり以上トラビシュマンでしたすっきりしねえよ。なんか次温泉とかさ、7人で泊まる企画やった時とかにさ、こう温泉入りながらそういう話するのとかいいね。そうだよね、すごい。でも温泉ある時爪切ってきたね。落ちたねうまいねシギラ。最悪。事故だ。